わしじゃ、不気味度を魅力じゃ。今回は、スーパーファミコン屈指のシューティングゲームの名作、アクスレイをプレイしていくのじゃよ。例によって、スーパープレイでも攻略プレイでもないので、まあゆるりとお付き合いいただければ重々じゃ。あ、ネタバレもありなので、未プレイの人はそのつもりでな。本作は、1992年9月11日にコナミより開発及び発売されたスーパーファミコン用タイトルじゃ。グラディウスシリーズを生んだコナミが手掛けたアーケードからの移植ではないオリジナルのシューティングゲームで、ほとんどと機種に移植されていないことから知名度こそ低いものの高い評価を得ており、わしもお気に入りじゃ。コナミのシューティングゲームの集大成といっても良い完成度の高さ、独自のシステム、そしてスーパーファミコンの性能を遺憾なく発揮した美しいグラフィックと珠玉の BGM はまさに良作なのじゃよ。簡単にストーリーの紹介じゃ。5年前から闇の帝国を名乗る謎の敵に攻撃を受けたイギリス皇政系は滅亡の危機に瀕していた。3度にわたる大規模な基地奪還作戦も失敗に終わり、残された希望はアクスレイ計画のみであった。小型戦闘機に巨大戦艦級の武装を搭載し、機動力と攻撃力の双方を備え持つアクスレイは核惑星を奪還し、イギリス皇政系を救うべく出撃の時を迎えた。まあ、グラディウスとかと同じような感じじゃな。まずはオプションメニューを確認じゃ。武器は対空武器のショットと対地武器のミサイルで、いずれも弾数に制限はない。また、連射機能が標準で備わっているのも嬉しいな。難易度はイージー、ノーマル、ハードとあり、難易度が上がるほどコンティニューの回数が少なくなるほか、エンディングのグラフィックがより豪華になっていく仕様じゃ。実はオプションでは選べないが、ハードをクリアするとさらに難易度が高いベリーハードとも言うべき周回が始まり、これをクリアすると真のエンディングが見られるようになっているのじゃよ。今回はこのベリーハードでのプレイに挑戦するのじゃ。特殊武装はポット、サイド、レイそれぞれ1種類ずつ、合計3つ装備することができるが、最初は1種類しか選べない。この後各ステージをクリアし、惑星を奪還することで、その惑星で開発していた特殊武装が増えていくというようになっている。ステージ1はイーリス本星に最も近い雲の惑星じゃ。このラウンドバルカンはボタンを押すと前方に、離すと後方にショットの発射方向をガイドをする。この特性を利用して、このように周囲を敵に囲まれても一掃することができるのじゃ。画面や敵に合わせて LR ボタンで特殊武装を切り替えていくのがポイントじゃ。基本的には縦スクロールステージなのじゃが、スーパーファミコンの回転拡大縮小機能を利用し、背景画面にバースをかけることで疑似的な 3D 表現を実現しているのがアクスレイならではの特徴じゃな。あくまで疑似的なので3次元的な奥行きはなく、実際は普通の縦スクロールのシューティングステージじゃが、やはり見た目のインパクトとこれを実現したコナミの技術力が素晴らしい。雲海から浮かび上がったり隠れたりしてくるのは中ボスのドじゃ。スーパーファミコンの半透明処理機能を非常に効果的に使っているのが素敵じゃな。
特殊武装の一番左のストレートレーザーは正面への攻撃力は強いのじゃが、雑魚キャラ向けにはラウンドバルカンが便利じゃな。3D 表現の約束で地形との当たり判定がちょっと分かりにくいのは仕方ないな。あまり当たり判定が厳しくないのがありがたい。この岩が砕けた時の効果音がまさにコナミという感じなのじゃよ。ステージ1からちょっと難易度が高めのように見えると思うが、これは間をすっ飛ばしていきなり難易度がベリーハードだからじゃ。難易度が高いと敵の耐久度が上がって破壊しにくくなるので、結果的に攻撃も激しくなるのじゃよ。ノーマルとかだともっとプレイしやすいので安心じゃ。ボス前には必ずアラートで合図がある。ステージ1のボスの登場じゃ。いきなり巨大キャラを惜しみもなく出してくるのがさすがコナミじゃな。クモの巣のようなビームに触れると時期のスピードが落ちてしまう。敵弾に当たった場合はすぐにミスになるのでなく、装備している特殊武装が失われる。3つの特殊武装が全てなくなった状態で敵弾に当たるとミスになる。なので実は3回までは敵の攻撃に耐えられるのじゃよ。残念ながら壁や敵自体に当たった場合は一発でアウトじゃ。敵の中心にコアがあるのがグラディウスっぽいな。ギリでステージ1をクリアじゃ。ステージクリアで特殊武装は復活するので、ここは最後まで生き残ればいいの精神でプレイしているのじゃよ。雲の惑星を奪還し、新しい特殊武装としてエクスプロージョンボムを手に入れたのじゃよ。これはグラディウスでおなじみの軌道を描く対地ミサイルじゃな。次のステージには横スクロールステージなのでかなり役に立つ武器じゃ。早速装備してみるのじゃ。ステージにはコロニーじゃ。もともとはイギリス防衛軍の新兵器開発などを行っていた研究施設らしいが、今は敵に奪われてしまっている。背景には破壊されてしまったコロニーが見えるのじゃ。このシャッターとかグラディウスの遺伝子を感じるな。そしてこういう敵の配置にこそラウンドバルカンが活躍するのじゃ。ボタンの押し加減で車線を調整するというのはなかなか難しいが新しい体験じゃな。本作のプロデューサーはスーファミ後期以降多くの名作を手掛け、後にコナミの執行役員を務める北上和美氏が担当している。リードプログラマーは後にグラディウスやサラマンダ、パロディウスなどコナミの名作シューティングの移植を担うことになる枝秀夫氏。メインデザインはパロウォーズや PC エンジン版マーシャルチャンピオンを手掛けた児玉の糸志氏が担当じゃ。後にコナミから独立し、セガ系ハードでダンスターヒーローズなど多くの名作を出したトレジャーのスタッフが最後に手掛けたゲームとよく言われるのじゃ。
実際はちょっと違うと思われる。スタッフロールを見る限り、後にトレジャーに行っているのはサポートプログラマーの石田和彦氏だけなんじゃよね。一人しかいないのに、後のトレジャーのスタッフが手がけたというのは嘘ではないが若干古代表現かなと思うのじゃ。まあ、トレジャーに行ったかどうかは関係なく、本作が開発スタッフの方々の思いが込められた素晴らしいゲームであることに変わりはないのじゃよ。ここで回転するコロニーの隙間からイーリス本星が見える演出が美しい。この辺、敵が硬くてかなり辛いのじゃよ。難易度がノーマルとかだと敵を減らせるのでも少し楽に進めるんじゃが、この4本腕の触手の敵も破壊しきれないのが無念じゃ。からいよいよ基地内部に突入してボス戦じゃ。そういえばステージには中ボスがいないんじゃよね。ステージ2のボスはゴルスカス・ダウパー。あちこちで見かけたダウパーといった逆移動砲台の大型機という感じじゃな。交代している間はとりあえずダメージは当てつけない。一番後ろに下がったところからが本番じゃ。核散弾は敵がいる方向を中心に行ってくるので、うまく誘導して避けやすくするのが良い。本体にダメージを与えつつ、マシンガンを破壊すると代わりに大型レーザーを撃ってくる。避ける場所がなくてやられたのじゃよ。ラウンドバルカンがなくなったのじゃ。倒したのじゃよ。この爆発する時の発光した感じがかっこいいのじゃ。ボスのやられ方やボス戦の BGM が全て違うのがこだわりを感じさせるのじゃよ。ステージにクリアで手に入る対空武器ニードルクラッカーはなかなか便利じゃ。6方向に発射されたレーザーが敵に向かって誘導されるのが素晴らしいのじゃよ。次のステージ3は縦スクロールステージなので第一攻撃であるエクスプロージョンボムはやめてまいか。
クロミサイルで行くのじゃ。ステージ3は都市惑星じゃ。縦と横のスクロールステージが交互になるのがサラマンダを彷彿とさせるな。最初は荒涼とした荒野から始まったと思いきや、きらめく都市の夜景が広がると一体比の演出が見事というしかない。ただこの夜景はあくまで闇の帝国が作ったコピーでしかなく、実際は帝国の対惑星制圧兵器空域戦略艦ラムズによって死の惑星と化してしまっているらしい。ちょっとジャズっぽい BGM が夜景に合っているのじゃ。あとは地上からの対空砲火にも気をつけたい。ここはサラマンダからのオマージュじゃろうか。ご覧の通り、本作にはパワーアップアイテムなどはない。ある意味、フル装備の状態からスタートして、あとは状況に応じて武器を使い分けるだけじゃ。敵弾に当たると失われる特殊武装がバリア代わりじゃな。パワーアップとかアイテムを取るとか余計なことは考えず、持っている武器を使いこなして自分の腕でクリアするだけという、非常にストイックで玄人好みのゲームシステムなのじゃよ。中ボスのランジャー。正面に行くとレーザー砲を食らうので、うまく回り込みつつ、新しく手に入れたニードルクラッカーに頑張ってもらうのじゃ。正面のレーザー砲を破壊すると攻撃パターンが変わるが、攻略としては同じじゃな。この中ボスも上下の拡大縮小をうまく使って 3D っぽく見せているのが良いな。再び荒野を抜けたところで、また美しい夜景になるが、どちらも人のいない殺伐とした風景であることが皮肉じゃな。ビジュアルイメージと BGM、あとボスの演出も含めて、このゲームで一番わしが好きなステージなんじゃよ。最初どこが破壊できるかわからなくて、鉄柱に激突しまくったのじゃ。敵の弾に当たってしまったのじゃ。私のニードルクラッカーがやられてしまった。まあボスの前に体勢を整えたと思うことにするのじゃ。ステージ3のボスはこの星を滅ぼした空域戦略艦ラムズが相手じゃ。最初は小さなコアの実じゃが、周囲の敵を倒すと巨大な本体を転送してくる。この半透明トラスター処理を使った演出がしびれるのじゃ。こいつは回転しながら爆発する弾をランダムにばらまいてくる。避けながら周囲の発射口を破壊すればいいんじゃが、ランダムなので予測して避けるのが難しいんじゃよ。しかもベリーハードなのでとにかく硬い。ノーマルとかだとすぐ破壊できて楽なんじゃが、
特殊武装があと一つしかないのじゃ。ようやく倒したと思ったら5を露出させた後、また別の装備を転送してくるのじゃ。青く光るところがレーザーなので、その正面には行かないように動くのがポイントじゃ。やられた。やっと倒したのじゃ。爆発するわけでもなく、この消えていく表現もまた良いのじゃ。今回手に入ったのは第一武器のクラスターボムじゃ。真下に強力な爆弾をばらまく攻撃で、横スクロールステージではかなり効果的なのじゃ。次のステージ4は横スクロールステージなので早速装備するのじゃよ。対空武器はニードルクラッカーとラウンドバルカンがあれば十分じゃ。ステージ4は水と金類の惑星じゃ。もともとは水と緑の惑星だったらしいのじゃが、帝国の惑星改造計画により生態系も含めて大きく変えられてしまったようじゃ。スーパーファミコンの PCM 音源の特徴を生かした透明感のある BGM が素晴らしい。こういう響きは FM 音源では出せないのじゃよ。それはそうと、正直言ってこのステージは難しい。もともと結構難しいのじゃが、難易度が上がっているせいでとにかく敵が硬くて破壊できず、弾幕に追い詰められることが多い。無理に破壊せずに避けることに専念するのもありじゃ。このタコツボみたいなのが試験殺しすぎる。そして弾を食らってしまい、ニードルクラッカーがなくなってしまったのじゃ。絶対あんなの避けられないのじゃよ。あと一発食らったら終わりなのじゃ。とにかく少しでも生き延びて距離を稼ぐのじゃよ。アラートが鳴りっぱなしじゃな。と地形が複雑で狭いのも難しい理由の一つじゃな。これだけ粘れば十分じゃな。その場復活なのでゴリ押しで進めるのがありがたい。こういう時にクラスターボムが大活躍じゃ。敵が処理しきれないのじゃよ。ルートが上下に分岐する。上のルートは砲台の弾幕がきついので、個人的には下のルートの方がまだマシだと思うのじゃ。クラスターボムに感謝じゃな。この全方向に弾をばらまいてくる敵が大嫌いじゃ。このミジンコみたいな敵はもともとかなり硬いのじゃが、ベリーハードだと硬さにさらに磨きがかかってこのありさまじゃ。
アメーバみたいなやつに捕まると北方向に引っ張られるようになるので地形に激突しないように注意じゃ。ちなみにこいつは倒せないっぽいのじゃ。ついてくるのじゃよ。ボスも出るというのにしつこいな。ステージ4のボスは日本語 R タイプとかに出てきそうじゃな。まさに生態兵器という感じじゃ。雷のような紫色のレーダーは当たってもダメージはないのじゃが、動きが鈍る上にランダムで特殊武装が変更されてしまうので注意じゃな。それ以外は下部から虫のような敵を無限に吐き出してくる。動きはゆっくりなので焦らずに避けながら攻撃じゃ。ボス戦の BGM は基本的にそのステージの BGM のアレンジになっているので、ステージごとの統一感があっていいな。青空、宇宙、基地内部、夜景に生物系と各ステージが多彩で飽きさせないというのも、まさにグラディウスでコナミが切り開いたシューティングゲームの世界をしっかり受け継いでいるのじゃよ。本作はコナミのシューティングゲームの集大成と言われるゆえんじゃな。ある程度ダメージを与えると細い針状の弾を撃ってくる。見づらくて困るのじゃが、これを撃ってきたらあと少しじゃ。ああ、ここまで来てまたやられたのじゃよ。とはいえ今までの周回でたっぷり残機数は増やしてあるので大丈夫じゃ。またやられた。グダグダ感はあるが、なんとか倒したのじゃ。一番使いにくい特殊武装として有名なモーニングスターを手に入れたところで、今回はここまでじゃ。次は一気に最終ステージをクリアして真のエンディングまでプレイするのじゃよ。では次回もよろしくな。